やばい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 。あ、俺今日ないのよ。何がやばいと思ってきてるんだやばいジャンプ26号シャキーン急いできたからね。何がやばいと思ってやばいって言ってた今。コンビニ寄ってないのよ。見た見た。はい、はい、どうやった今日やばいつまり何立ち読み俺電子版。ジャンプラなるほどまさかの立ち読み疑惑はい、今回は第1014話ということで、早いもんですね。1月4日の1000話からもう14話経ってる。ああ、そうですね。人生の大根役者ということなんですけど、どういうことですか？まあ大根役者っていうのはちょっと演技が下手なことを言うわけなんですけども、ってことは今回漢十郎会かと思って読み出したわけなんですよ。そしたらやっぱりまずはルフィのとこからやったんですよね。ボケてます今。はい起きてます。さっきは寝てました。まず皆さん扉絵どうですか？扉絵？はい。トラファルガーローや。いやいや、いいリアクションしますね。はい。ペンネームたかしさんということで。おめでとうございます、高橋さん。高橋さんおめでとうございます。はい。虎の屏風の前でトンチを絞るトラファルガーローということなんですけども、これの面白いところは、人生の大根役者って言ったら、やっぱりそのね、役者ということで漢十郎が出てくると思いますときは、漢十郎の能力って何でした？筆。だから書いたものを立体に出せるということで、まさに立体に出てきてる。こんなところで感動してもらいます？まあ今年阪神も調子いいからね。トラも立体的に出てくるということで、そうこの間も佐藤君3発打ってすごかったからね。いや多分みんなもう俺見てないんちゃうか。もう神木君とかお願いしますとか穴吹いた方がええで多分みんな。いやこっから真面目でやる。俺らこういうノリしか一生やれへんで多分。5年間。すいませんごめんなさい。はい、まずね鬼ヶ島上空なんですよ。空を飛んでる鬼ヶ島の情景僕ねすごく好きなんですよ。やっぱりね今回は鬼ヶ島の真正面から見てるんですよ。前は背にして向こうに花の都に飛んでるところだったんですけど、今回はちょっとこっち向かってる感じで描かれてるのがよくって、どういうことかというと藤山っていうでっかい山あるやんか、あっちの方に、花の都あるから、あっちにも行くわけですよ。だから今回は花の都側から飛んでるのが見えるんで、ちょっとそろそろワノ国の人たちはあれなんか浮いてるって多分見える距離だなと思ってるんですよ。こんなんいきなりドクロ浮いとったらもうびっくりするよね。いやもう多分下からはドクロ見えへんかも分からへんけど、すごい島が浮いてやってくるみたいな、すごいよね。恐怖ってすごいと思うんだよ。鬼ヶ島って孤島みたいな感じで描かれたけど、なんかちょっとちっちゃい島じゃないんだよね。なんか四国ぐらいのでかさある感じしない？なんかありそうありそう。そういや分かんないよ僕。でもそれが空にバーって押し寄せてきたら人って結構恐怖じゃない？いや怖いよ普通に。怖いよね。しかもねその怖いのはそれだけじゃありません。覇王色をまとってみせた。だがその操作はお粗末なものだったなっていうようにカイドウさんがルフィにボソボソ言ってるんだけども、ここどう思います？覇王色をこのまとうって、ルフィが武装色使えたけど最初その竜王の内部破壊ができひんかったよみたいなように、覇王色もやっぱり段階があるんやなっていう、当たり前やった気もするんやけど、そんなこと意識なかったじゃないですか先週まで。やっぱそうなんやと。四皇とルフィのこの覇王色じゃまだちょっとちゃうんやなと。ってことはですよ、この先ルフィ覇王色鍛えてったらロジャーと似たような技使う日が来るんちゃうんかなとか、そういうことを思ってね。これさワンチャンさルフィこっから先当分出てこない可能性ない？俺ねちょっとそれがすごく思っちゃって、やっぱり修行したり努力してこそその成長って分かる部分はあるんやけど、覇王色をまとってみせるのは戦いの中で得た勘による自分のノウハウでしょ。そうですね。それがすぐ使いこなせるんだったらロジャーっていう海賊王が薄くなっちゃうなって思うんですよ。一部の強者だけが扱えることと使いこなせることは違うと思うんですよ。そうですね。そこまでの海賊王だからこそあの時代っていうのが作れてたと思うんで、ただちょっとコツが分かっただけでカイドウに勝てるんだったら結構苦労ないと思ってて、確かにね。そのヒントがだがその操作はお粗末なものだったっていうのが書かれてるから、じゃあお粗末なものじゃないバージョンは絶対ルフィは出ると。つまり次の進化系とか覚醒とか使いこなす何かこう技っていうのは必ず出てくるのに時間がかかると思うんですよ僕は。だからいきなりクロコダイルの時みたいにあれって一回負けたけどすぐ戻ってきたりとかっていうのは一日の中の出来事やんか。そういうスパンじゃなくて何日も僕ルフィ姿見せへん可能性あるな思ってるから怖いと思って。なるほど。そうだからそれぐらい次
た時にはさらにパワーアップしなかったら、ランクを比較するのは失礼なんだけど、七部会のクロコダイルとはもうレベルが違うよ、あの時とはね、2回負けて3回目にリベンジして勝つっていうのとは次元が違うじゃん。はいはい。四皇カイドウさんはそんな短期間にどうやってそこまで強くなれたみたいな描写が多分あった方が視聴者も納得するわ。なるほどね。しかもこの後ね、ゴムゴムのなんだっておろろろ、ここがね、今回のカイドウ可愛いポイントなんですよね。何ですか？まだカイドウってもともとその聞きたがり芸人みたいなとこあるじゃないですか。お前なんて言ってみたいな、俺らの前でなんて言ってみたいなね、海賊王って言わしたりとかで、その桃之助の人お前名前なんやねんみたいな君の名はかよみたいな感じで聞きたがり芸人やったわけじゃないけど、ここに来てこれ多分ルフィ新技出したんでしょうね。この新技に対してもゴムゴムのまで覚えてるんやったら多分頭覚えてるのよ。そうやね。そう覚えてないけど言わへんのが、あ、これもカイドウって可愛いとこあるなーっていうのを思わせるんよね。この技の名前聞きたいよね。ゴムゴムのなんて言ったんだろうね。来店八景。来店八景、どういうこと？雷鳴の上を行くから。来店、空だから。あとはなれへんよ到底なれへんねんけど、あ、そう。多分ロジャーと同じような技の名前だったりとか、ゴムゴムの前任者の伝説的な技だったりとかするんかな。なるほどね。めっちゃなんで伏せるんここ。いや、そうやねん。しかもお前もジョイボーイにはなれなかった。そう、俺もここよ。もうほんまこの一言言わんでよかったのに、またこういうね、ワンピースあるあるですよ。言わんでいい一言をとりあえず言っちゃいたくなるやつ。そう、またこれを言ってしまったことで、ルフィってやっぱりジョイボーイなんみたいなとか、もうカイドウお前は一体何を知ってるんだとか。でもジョイボーイで確定でいいんですかね、もうルフィさんが。いやもう確定でしょ。もうなるってことでジョイボーイになれなかったということは、なれる可能性があるって言い方やからね。そう。でもお前もってことは、じゃあもしかしたらかつてはおでんがジョイボーイやったんかもしれんし、候補としてね、ロジャーがジョイボーイ候補やったんかもしれんし。候補多いな、なんか。いやいや、もうジョイボーイ選手権よ。は？もうこのね、ワノ国ってのは、これもうね、ナルナル王国なのよ。俺今回読んで分かったんやけど、ナルニア王国ですよ。どういうことかというと、これね、ジョイボーイもなるやん。ゾロもなるなのよ。何？黒糖になる。これもう2つのなりでワノ国を制覇するのよ。そう。なるほど。そう。で、お前もって言ってることは、自分もそうだったかもしれないよ。俺もなられへんかったけど、お前もな、みたいなことかもしれないよ。あ、なるほどね。そうそう。なるなる選手権に参加してんちゃうか。ね。これを言った時にさ、俺なんか過去に実際にいた人物ってネプチューンも言ってたよ、ジョイボーイのこと。そんでジョイボーイ俺はお前と同じ時代行きたかったみたいなこと言ってたよ。言ってた。フテルでね。そう。あの時に過去のジョイボーイのことを言ってると思いきや、未来のジョイボーイのこと言ってる可能性出てこない、今度。なるほど。そうだから早すぎたと繋がる。そう。ロジャーはあとちょっとしか生きられへんから。そう、だからルフィと同じ時代に行きたかったっていうことを間接的に言ってる可能性あるよ、なんか。それがなんかもう一言から出てくる新しい要素だなと思った。確かに。みんなどう思うこれ。プルプレプルプレガッチャ。カイドウ様、桃之助を見つけたよ。桃之助は言ったらもう大将なんで、ここ取られたら終わるんですよ、この戦争。絶対取られたらあかんところなんやけど、絶対絶命だから。大和坊ちゃん発見、桃之助を抱えてるぞ。なんか変だ。あれ手帳がない。父さんも囚われの身じゃない。僕はおでんだっていうことで、この後どうなるかな、おでんね。忍、はい、拙者は死んではならんようだ。当たり前のことなんやけど、これどう思う？そのね、おでん万有記の中のわりかし序盤の方のページやと思わない？そう。こう思ったら、その序盤ですでに桃之助が何か大事なことに気づいたわけでしょ。この万有記めちゃくちゃ密度濃いよね。そう。どうする？めちゃめちゃ細かい字で書いてあった。いや、これ何ページあるんでござるか、お父上みたいな。とてもこの短い時間に読み切れるのでござるみたいな。なるほどね。活字苦手やから。で、イラスト入れてくれへんの思っちゃうんですよ。父上なぜ挿絵をみたいな。桃之助も7歳とかやからね。そう。すごいよね。その瞬間、わっなんでござる誰でござるってことで、なんか頭に入ってきてるんかな。そう。何これどういうことだと思うこれ。これ、見たよ最近ヒロアカで、ブバイガワラってやつがいるんやけど、倍に増えるやつなんやけど、なんか頭で会話しとったから、もしかしたら桃之助も倍になるんかもしらん。本当にその回答でいいですか？ごめんなさい。なんか誰でござるって言ってるってことは、もちろん知ってる人じゃない。そうね。誰かが呼びかけてるんだよね。二つ考えられるのは、本を読んだからこの状態になったのか。ああ、なるほど。そう、本を読んでる状態でも、そんなことしてる場合じゃないぞ、逃げろっていうことのために誰かが言っているのか。の2パターンだと思うんですけど、そう。じゃあそうなった時に該当者、1人しかいないんですよね。赤鞘国男を治療してた謎の女性みたいな人。おー、なるほどね。そう、あの人も赤鞘国男を助けたっていう事実だけ残ってるけど、なぜそこに赤鞘国男はいたの
のかっていうことを察しれる能力あるわけやんか。うん。ピンポイントでその宝物のところにいたから。そうですね。そうだって場合によってはなんだろう、ロードとかでもシャンブルスとかやったら空中に出ちゃったりとか、うんちょっとずれたりもするわけやんか。うんでも正確にそこにバンって来てるってことは、何かこう見聞色的にめちゃくちゃ察知できる能力があって頭の中にも介入できるみたいな。そうっすね。そうだからそれ正体不明な人はもうあの人しかいないんですよ今のところ。確かに。そう僕ズニーシャの親戚やと思ってました。どういうことどういうこいや、なんかもうズニーシャの親戚みたいなやつが喋りかけてきたんかなみたいな。和の国の守護神みたいなやつと。が。何者ですか？何者、じゃあゼロ者。は？何ゼロ者って？いや、そういうやつがおるのよ。和の国の守護神、ゼロ者。ゼロ者？あ、へえ。はい。で、なんでござる？誰でござる？って言ってるんで、ワンチャンなんか本の中に書かれた人誰か言霊みたいに出てきてる説ないのかな。なるほどね。どうなんだろうね。ここをねちょっとずっと見ていたいんだけど、場面変わってドクロドームライブフロアということで、一番なんか激戦区なところなんですけど、そうね、もうねチョッパーみんな見て、もう背中にめっちゃ弓矢刺さってんのよ。そう、かわいそう。めちゃくちゃ痛いらしいんやけど、それでもね活躍するチョッパーいいよな、ほんま。いいよ。まあ飼ってるものの息遣いじゃねえなタヌキということで、あのブラキオサウルスをさ背負い投げみたいにしてるだけでも相当強いな。すごいよ。クックックいつまで耐えられるかペロリン。クソクイーンだ、何をやっても効かねえ。残りあと10分もない。せっかく巨大化の時間伸ばしたのに。ちょっと過去回数なんですけど、なんとモンスターになったチョッパー、シーザーのおかげで30分。いや、そうなのよ。投射費10倍になっとってんね。10倍。そう、3分から30分やから。ああすごいよね。そうびっくりしちゃった投射費って何やねんって。すげえと思って。やっぱシーザーってすごいよね、科学者としては。まあやっぱりね、その能力は持っとったよね。でも最後これ見た？リスクは増えるか。どうういうこと？いや、これわざわざ言ってるのがちょっと怖いところですよね。ねえ、リスクが増えるってことは、まあリスクは命が取られるほどはいかないんやけど、使い切った後同等、30分ぐらいの時間動けなくなるとか、そういうこともあるのかな。もしくは使いすぎると寿命が減っていくぞみたいなとかね。ブラックコーヒーっていうね、なんか技を出すんですけど、ブラックタンクが「いやまた来る雨の矢の雨、屋根のある場所へ逃げろ」。ペロスペロほんましぶといよな。ペロスペロはやっぱこういう能力の使い方うまいよね。うまいわ。能力をよく駆使できてるね。でメアリーズ拡散モードということで、ついにルフィのね敗北が伝達されるんですけど、そうやね。敵の最高賞金首麦わらのルフィは負けたよみたいな。僕これでちょっとびっくりしたことがあって、何マルコって15億より下なんやっていう。最高賞金首って書いてるから。マルコ来てること把握してるのかな。やっぱ知らないのかな。分からへんけど。いや、そうだから、マルコって多分15億より下なんやってことがこの時分かって。ここにいるやつら全員で下ってこと？そうそうなの？そう、多分そうかと思いましたね。へえ、マルコの賞金知りたいね今ね。知りたい。光月の侍たちも船長も負けたよ。次は誰が勝てる？カイドウ様は下に降りて掃除を始めるよ。カイドウ様はお前たちの幸福を認めるよ。両手を上げて降参服従する者は命を助け部下として迎えるよって言ってくれてるけど、これですぐあげるね。さああげるやろな、まずな。ここでさ発表することの戦法ってでかいよね。でかい。繊維喪失しちゃう人いるかもしれないもんね。そう。そしてさ、一回天十郎の通路出ましたよ、勘十郎さん。なんと桃之助のところにね金右衛門たちが合流してるんですけども、そこになんとおでんが現れると。そうやね。はい、忍と桃之助まだ知らないんで、おでん様、忍も元気そうだなと呆れた。父上、違います、見てはならん。一度ならず二度までも分かりきった嘘。ああもうここマジできついそうやな。大きく「おい何やってんだ」って思うんだけど、分かるわ。お前たち親はっていうね、おでんにね拾われた時の思い出がこうフィードバックして一瞬ためらいが出るんだよね。切れるのかっていうことでグッサーっていくんだよね。だから先週の金右衛門の点々点はその菊のおでん様への思いを知っとったから、お前ほんまにいけるんかそれみたいなことで思っとったんですかね。切れません。金様拙者にはお主の切り傷のおかげでこっちも致命傷よを聞く。これほんまに死ぬよなこれ、突き刺されてるもんね。そういやーこれちょっときついわ。全員生きてほしいんだよね。だから爆発したやんアシュラ道場もね、でも爆破耐性結構ありますよワンピース。ある。だから生きてるだろ瀕死でもと思ったけど、このお菊の傷見たらお菊死ぬって思っちゃうと、これは死にそうやね。赤細工にのとこもしかしたら全員死ぬんとかって思っちゃうやろなんか。
だからやっぱここを死に場所と決めておるって言ってる覚悟って、死ぬことでその美学が果たされるんだったらマジで全員死ぬ可能性があってちょっと怖い。そうね。マジでここマルコの再生の炎でなんとかなるんかな今やったら。すぐ駆けつけてくれたらいいけどね、マルコもね。海賊界の3大医者揃ってるやん今。うん。マルコ、ロー、チョッパー、なんとかなれへんのかな。なんとかなる気はするけどね。ね。うん。いやここむごいわなんか。いやほんまに。しかもね、面目ございません。しかし残雪解けゆくならばきっと夜明けは地方ございますっていうことで予言地みたいなこと言ってはるんですけど、無論だ和の国の夜明けは黄泉の国にも届こうぞということで、ちょっと考察ポイントが、ちょっとごめん、今回ストーリーをちゃんとみんなと一緒に共有したいから、もう考察ポイントあんま言わないどくはちょっともう。その代わり明日またのすけさんとねジャンプから撮るんで、はい、そこでとかで今回のその黄泉の国っていうものもワードも出てきたんで、黄泉の国って言ったら最初ねスリラバーク編でブルックが黄泉の国から戻ってきたっていう説明で、黄泉の国っていうものは存在すると。でそれはもうガリバー旅行記にも出てくる、不死の国みたいなのもあるんで、そういう考察はもう後日にするの全部、もうとにかく俺もこの勘十郎を切ったシーンのやっぱ金右衛門がもうすごいかっこいい。そうね。この下からのアングルめちゃくちゃいいんでね。いいね。でそこでもうカカッ、そうだ俺の舞台の幕を引くならお前がいい、舞台上じゃ親友だったもんな。切ねえ。最後の最後で勘十郎もちょっと切ないわ。そこにねなんと態度が現れて、その余韻なくね。そうもうこれ死んだ、もしかして金勘十郎も金も菊も言ってもうたんちゃうんかな。ね。これはちょっときついわ。熟々の身とかで、逃げるの得意そうな忍は、なんとかなりそうやけど、金右衛門これ頭からめっちゃいってるもんなこれ。いってるな。やっぱカイドウもルフィと戦った後やからキレッキレよね、この赤鞘たち戦った時より。でね、鬼ヶ島ワノ国本土上空へ到達ということで、そういよいよね物語がちょっと大きく動く気がしますよね。動くねこれはね。はい、というわけで今週のジャンプいかがでしたでしょうか。この中でありましたけど、そのルフィがやっぱりそのちゃんと沈んだっていうのがちょっと僕の中でびっくりですけどね。で誰か下で受け止めるみたいなね予想も僕らしたんですけど、なんとその落ちるっていうね、そう誰も予想してなかったんじゃないこれ本当に。そうだからもう本当にもう、なんか潜水艦とかローのポーラタンク号でまた救ってくれるのか、もしくはねここでナミュールがなん海から来て、お前はエースの意志を受け継ぐ男じゃないかみたいなんでいや何これはジンベエ忙しいから今。もうそれ鬼ヶ島にいるからね。でナミュールが「ジンベエお前何やってるんだ」みたいな感じでちょっとナミュールがジンベエに激入れるみたいな「おおすまんかった」いや見たくないんだよそれははい、というわけで今週のジャンプも面白かったよって言いますが高評価してください。僕たち月曜日ジャンプにワンピースが掲載された時はレビュー会やってますので、ぜひ今後も楽しみだよっていう方はぜひチャンネル登録してください。で明日はのすけさんと一緒にジャンプ会撮るんですけど、多分ね一緒に撮ってもまだ考察要素まだたくさんある回だったんで、多分3日4日ぐらい続くからジャンプの考察会、新しい事実も分かったんで、ぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いします。それではルフィに何を小屋ちゃんクルーに春一番、楽しみいっぱい動画全開、クルーのみんなで盛り上げて Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋キーチャンネル